こんにちは、黒助です。今回はボヤタさんからノートパソコンスタンドとタブレットスタンドをご提供いただき、1ヶ月ほど使ってみましたのでレビューしていきます。こちらの2つのアイテムは2021年に発売された商品です。私は以前からボヤタさんのノートパソコンスタンドを愛用していますので、新しいモデルがどういったシーンで使えるのかという点も合わせてご紹介できればと思います。そもそも私がノートパソコンスタンドを使っている理由ですが、リモートワークの作業環境を整えたいと思ったからです。ノートパソコンで作業していると目線が下がりがちになるので、長時間作業していると肩が凝り、集中できないことが多くありました。そこでスタンドを使ってディスプレイを目線の高さに合わせると姿勢が良くなり、疲れにくくなるので助かっています。ボヤタさんの製品ですが、安定感が抜群な点が気に入っています。はい、それでは早速こちらのニューモデルのノートパソコンスタンドからレビューしていきます。こちらのニューモデルは14インチまでのノート PC に対応していますので、 MacBook Pro 14インチモデルや iPad も問題なさそうです。外観はアルミでできていてインダストリアルな印象です。天板の部分は鼻の形で穴が開いているので放熱効果も期待できそうです。この穴の形状は好みが分かれそうですが、使用中には目に入らないので個人的にはあまり気になりません。そしてノートパソコンやデスクと接触する箇所には保護を兼ねた滑り止めのパッドがついています。裏のパッドは角まで覆っていないので、ガラス製の天板を使っている人は扱いに注意した方が良さそうです。重さは 800g ですので片手で持ち運びができます。これを持って外出するのは大変だと思いますが、リビングで作業する時だけ使いたいといったケースであれば全然問題ないと思います。ここからは実際の私の使い方やこういったケースで使えるんじゃないかなという利用方法をシーン別にご紹介したいと思います。ニューモデルは以前のモデルと比べコンパクトになり、気軽に持ち運びができるようになりましたので、リビングで仕事をする時に使っています。在宅勤務の日だけリビングで作業している方や、作業が終わった後は片付けたいといった時にも良さそうです。ボヤタのノートパソコンスタンドの良い点は角度を無段階で調整できる点です。普段よりも少しだけ傾斜をつけるだけでも姿勢が改善されますし、キーボードが打ちやすくなります。メイン PC で作業しつつたまにサブ PC で作業したいといった2台のノートパソコン環境でもおすすめです。スタンドに置いた状態で手を乗せてキーボードを打ってもよほどの力を加えない限り安定してキーボード入力ができます。外付けキーボードと合わせて利用すると目線の高さも合い、とても作業がしやすくなります。この使い方はおすすめです。サブディスプレイとしてノート PC を使う時もおすすめです。目線が外部ディスプレイと合いますので2画面の行き来のストレスも少なくなります。 iPad を使っている方にもおすすめです。 iPad をサイドカーで接続しサブディスプレイとするのも良いですし、 iPad でメモを取る時にも便利です。続いてタブレットスタンドをレビューしていきます。こちらのタブレットスタンドは4インチから 12.9 インチまでのデバイスに対応しています。基本的な作りはノートパソコンと同じですが、サイズがタブレット向けに作られています。重さは 315g ですので、こちらも場所を問わず持ち運びができそうです。充電ケーブルが通しやすいように工夫がされているので、充電しながらでも利用ができます。実際の私の使い方をご紹介したいと思います。私は無印 iPad を利用しているのですが、動画を見たりサブディスプレイとして利用しています。iPad に対して接地面のスペースが小さいので、Apple Pencil でメモを書くとぐらつくので注意が必要です。ここからはボヤタのノートパソコンスタンド、タブレットスタンドの良かった点をご紹介したいと思います。まずノートパソコンスタンドの良かった点ですが、安定感が抜群な点です。ノートパソコンを置いて使用していてもぐらついたり落ちたりする心配がないので安心して利用できています。2つ目は重さです。初代のモデルも良かったのですが、ニューモデルは軽くなったので片付けたりするのが楽になりました。初代のモデルは大きさもあったので出しっぱなしにしていることが多かったので、その点が良かったです。タブレットスタンドも同様に安定感があり、コンパクトな点が気に入っています。次に気になった点をご紹介します。ボヤタさんの製品は安定感の代わりにめちゃくちゃ硬いので、広げる時に結構な力が必要なのは注意が必要です。広げる時のコツですが、角を押さえながら広げるとたわんでしまいますので、できるだけ真ん中を持って広げると良いと思います。2つ目は特にタブレットスタンドですが、パッドの面が少ないので置く時などは金属同士がぶつかりやすく、傷がつかないか気を使う点です。
カバーをつけていれば問題ないですが、その点が気になりました。もう1点はノートパソコンスタンドに iPad を置いて作業するとき、スタンドのフックの部分が手に当たり痛い点です。簡単な解消方法としては iPad の下に鉛筆を1本置けばフックの高さが揃うので痛くなりにくくなりました。今回はボヤタさんのノートパソコンスタンド、タブレットスタンドをレビューしました。この動画が参考になりましたら嬉しいです。概要欄にリンクを載せていますので、ぜひチェックしてみてください。はい、このチャンネルでは気になるアイテムやガジェットを紹介していますので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。